大家好，我叫莲。オーストラリアに来て、ワーキングホリデーいるシドニー国に。はい、皆さんこんにちは、ショウです。今回なんですけど、ここシドニーのダーリーハーバーってところに来てるんですね。で、いきなりなんですけど、僕の友達にマルチリンガルで多言語話者がいるんですよ。今日はね、その人をゲストに招いて、言語習得のね、コツであったり、どうやって勉強してきたのかっていうところを質問していこうかと思います。そこでね、今回の動画のタイトル、マルチリンガルのスーパー韓国人に聞く言語習得のコツを聞いてみた。今ね、例えば日本にいて留学にこれから検討している人であったり検討してない人であっても、日本でねどうやって勉強すれば話せるようになるかっていうところも分かると思いますんで、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ということで早速行ってきましょう。はい、ということで早速ねゲストを招いてきたんですけれども、彼女はね一応日本語も話せるっていうところなんで、そこのねどうやって勉強したのかっていうところを今日は聞いていきたいと思います。簡単にね自己紹介、名前とどこの国籍っていうところを教えてください。はい、こんにちは。こんにちは。私は、英語の名前は、リエンリエンです。はいはいはい。で、韓国出身で、日本の東京に5年間住んでました。ああ、5年ね。なんでね日本に5年間行ってたんですか？大学ですね。大学、なるほど、日本の。そう、留学してました。ちなみにどこの大学ですか？一橋です。お、一橋大学ね。多分聞いたことない人いないぐらい有名なんで、なんでまた一橋大学を目指そうと思ったんですか？なんかやっぱり首都に行きたかったけど、はいはいはい、東京に行きたかったけど、国立じゃないと親が、ああ、なるほどね。支払えないから国立じゃなきゃいけなかったのに、で東大の次になんか文系でいいと言われるのが一橋だったから、すげえな。すごいですよね。一橋大学ですよ。でそこで5年間、4年じゃないんだ。留年してた。あ、なるほどね。そこはピー入れてくる。まあカット。オッケーオッケーオッケー。ちなみに日本に行ってたんで、多分日本語をね話せると思うんですけど、日本語と韓国語、他になんか喋れる言語ってあったりする？英語。ああ、そうだね。英語と韓国語、中国語。中国語、4カ国語。そうですね。2カ国語をね喋れる人がバイリンガルと言われて、3カ国語を話せる人がトリリンガルって言われてて、で4カ国語をね話せる、4カ国語以上かを話せる人たちはもうマルチリンガルというね別次元の人間になるんですけど、今回は言語習得、いろいろね多分日本語を学んでる、中国語、韓国語、英語で全部ね言語を学んでるってところで、なんかアドバイスとかね、言語習得ってこういう風にしてきましたってところを今日は深掘りしていきたいと思います。はい、日本にね5年間大学留学してたってところで、なんで留学しようと思ったのか、まあ、韓国でもいっぱいね大学があっていい大学もあると思うんだけど、正直に言うと、韓国の学生が受ける、日本のセンター試験みたいなのを受けたくなくて。なんでそれは？なんかちょっと変わってた気がする。自分が。あ、そうなんだ。そういう韓国の学生たちが、社会で決めた、そういうテストを1日で受けて、大学に行かなきゃいけないっていうのが、これに抵抗ができちゃって、でも大学は行きたかったんで、当時日本のドラマとか番組が好きだったから、日本に留学行こうかなっていうふうになって、まあいろいろあったけどいろいろあったけど、簡単に言えば、簡単に言うとね、日本のそういうテレビ番組とかに影響されてきたと。影響されて、日本語と日本の文化が好きになって、住んでみたいなって思った。ああ、なるほどね。好きになったところから始まったってところですね。ちなみにその日本語って韓国でも勉強していた当時は？大学に入りたかったわけだから、日本の大学に入りたい外国人は日本留学試験っていうテストを受けなきゃいけない。自分もそれの準備を韓国の塾でやってました。それはもう数学とか物理とかもある？そう、基本文系だったら、日本語と数学と総合科目っていうのがある。総合科目っていうのは社会学部が勉強するのに似てる。ああ、そっかそっか。じゃあその学部によってちょっと問題は違うんだ。いや、これは全部一緒。文系だったら、普通この3つを受けて、大学と学部によっては、日本語だけでもいいですところもあるけど、一橋はちょっと3つ全部。あ、そうなんや。じゃあ大学によって違うって感じか。そう。ああ、なるほど。日本語を勉強してた時ってどうやってね日本語を勉強してたのか？最初は、中学校の時、第2外国語で学校で学ぶ。そうなんや。で
でそれからなんかドラマとか映画とか番組見て、字幕なしで見たいなって思ったから、自分でプライベートに勉強し始めた、じゃあまずはそのドラマとか映画とかテレビ番組で最初見てた感じかな。その教科書みたいなので勉強するっていうのではなくて、でもどっちもどっちも同時並行で進んで、なるほどね。留学したいって決めた時からは塾で勉強した。じゃあ割と最初は映画とかは実用的な日本語で、塾ではもう試験の勉強、そうだねっていう感じかな。じゃあそのインプットとアウトプットを同時並行で進んでってやってた。日本に行ってからは割と話せるようになってた。割と話せるっていうか、その時からペラペラ。そうなんだ。その時まだ本に出るような日本語だったけど、行って1ヶ月でバイト始めたし、なるほどね。授業も全部日本語だったし、そこでのあんまり支障っていう問題はなかった。日本での授業であったりとか。最初はちょっと難しかった部分もある、だってなんか前世の発音っていうのが紹介とちょっと違うじゃん。そうだね。もうちょっと砕けてるというか。そう、早いし年を取ってる先生だったらちょっと発音が、そうだね。ちょっとね、日本語の話とは別で次の中国語についても聞いていきたいんだけど、中国語はちなみになんで学ぼうと思った？中国語は何でもないんだけどなんでもないんだ。なんでもないんだ。趣味。大学2年生の時に台湾人の友達ができて、台湾人の友達同士で話す時はもちろん中国語で話しちゃう。そうだね。でもそれを聞き取りたいと思って、なるほどね。中国語を勉強しなきゃって思った。じゃあ日本の大学でそのインターナショナルの生徒がいて、台湾人が多かったの？いや、大学のサークル、国際交流のサークルがあって、うちの大学の人と台湾の大学の人が交流するっていう、夏休みに10日ずつすごっ。行ったり来たりして交流したの。そこから始まって、どうやって中国語は勉強したの？台湾に1年間住んでたけど、その前は本当にニーハオぐらいしかできなかった。そうなんや。1年間留学したのは大学の時に？そう、語学留学。日本の一橋から次台湾の語学学校。大学にある語学学校。あるね。そこに行って中国語で学ぶってなった。そう。中国語英語で？中国語を中国語で。すごいね。じゃあもうがっつり中国語はそこの1年間で語学学校で学んだって感じか？そうです。そこの授業で勉強してインプットして、外のこういう生活で中国語を使うっていうアウトプット、環境が同時並行であったっていう感じかな。中国語はそんな感じで、次英語は日本だったら義務教育とかで英語の勉強があるんだけど、何歳から？小学校からかな。何年生から？小学校1年生から ABC の歌があって、1年生から？そう、幼稚園も選べて英語学びたいっていう人がいたら英語の先生が来て教えてた気がするかな。韓国は？私が小学生だった時は、ここでは何年生からだったか分かんないけど、覚えてないけど、自分は小2の時からやってた。プライベートで。プライベート塾行って？そう、塾で。そうなんや。すごっ。それは最初はどんな勉強の方法だったの？これ最初？最初覚えているわけがないそれは20年前だからそうかしっかりね英語を学んだ時期っていうのは？実は、英語あんまり好きじゃなくて、そうなんや。本気で英語を勉強したいっていう気持ちになったのは、結構最近。だからここにいるっていうのもありましたね。日本語と中国語は自分で学びたくて始めたじゃん。でも英語はなんかやらされたの。なるほどね。だからなんか嫌だった。お母さんとお父さんにもうやりなさいって言われた。それもあるし、なんか社会的に英語を勉強しなきゃいけない雰囲気ってあるじゃん。ある。しかもなんか日常生活の中で英語を使う機会もあんまりなかったし。でもこっち来た時に、僕らは語学学校で最初一緒のクラスだったんですよ。だから最初入ったのが I3 とか。でも I3 っていうと、結構英語できるレベル。自分で言うのもあれないけど英語できるレベル、俺は学生の時に1年間留学してたっていう経験があるから、 I3 に出るからなんかいいみたいなことはなかったんだけど、でも I3 からスタートしたよ。である程度できたわけやん。できなくはなかったと思うね。
めちゃくちゃうまいっていうわけではないけど。ああ、そうなんや。それは韓国とか台湾とか日本で英語を継続的に勉強してたのか。やっぱり入試の準備してた時に韓国も日本も英語のテストあるじゃん。これのために勉強してたのがあって、あとは海外で生活しながら他の国の外国人と交流する時に英語を使って。ああ、はいはい。じゃあ基礎がその入学の試験の対策の勉強で、そうなるとアウトプットの環境というのが、他の言語と比べると少ない。そうそうそう。じゃあそこのアウトプットはもうこっちに来てから本格的にやり始めたってことか。なるほどなるほど。もう英語はだってねペラペラですからね。いやいや、もうだいぶできる。最初に私来た時、覚えてる？覚えてない。どうだっけ？何だっけ？パートが4つあるじゃん。スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング。はいはいはい、あるある。他の3つに比べてスピーキング全然できなかった。そのテストなのね、あれ。テストのじゃなくて、普通の授業。あ、そうだっけ？自信もなかったし。ああ、でもそこからね、もう今ではバイバイ。あんまり気にしない。自分の英語が合ってるかどうか。なるほどね。通じればいいっていう感じ。4カ国語をね、とりあえずどうやって学んできたのかっていうのを聞いてきたんですけど、ここからはね、その4カ国語学んだ後になんか自分で感じた、こうやって勉強していればもっと効率的に言語習得できたんじゃないかとか、逆にこういう風に学んだから今私はこういう風に喋れてますよとか、そういうアドバイス的なのがあったら知りたいですね、ぜひ。できるだけ自分の学びたい言語と接する環境を自分で作って、それを持続するのが大事だと思います。はいはいはい。それはもう留学とか関係なしで自分の国にいても。そうそれが作ろうとすれば十分できるの。ああ、そう。でもみんな大体しないね。自分も含めて。そうだな。例えば発音だけ中国語を学びました、でもじゃあ中国語試験とか中国語の勉強でなんか問題を解くってなった時にできない時とかあるじゃん。でやっぱ中国語もできないしもうやめようかなって思う時は絶対あると思うんだよ。でそこのモチベーションってどうやってマインドを作っていたのかっていうのが気になるね。そうやってなんか言語の実力を伸ばさなきゃいけないっていう風に思ったのは、私は高3の時が多分最後で、それ以降それ思った記憶はあんまりない。ないんだけど、やっぱ受験の時ってみんなそういう時あるから、その時はジャニーズ好きだったの。ちょっと難しい歌詞の曲を自分で解釈したりして、楽しく勉強できるように、言語に対しての興味を失わないようにするのが大事だと思います。めちゃくちゃ大事だと思います。すごいね。やっぱそうやってなんか好きなことをその言語に結びつけるっていうのは確かに言語習得においてすごい大事なのかもしれないですね。こっちに関してちょっと言いたいのが、こうやってなんか楽しく勉強するって言ったら、なんか音楽聴いたり、映画見たり、ドラマ見たり、などとしてなんか日常生活の中で触れる方法があると思うけど、その時に大事なのが、それを勉強って思っちゃダメなの。そうなっちゃうとなんかそれがプレッシャーになって、それはやらなきゃいけないものになっちゃうから、そうなるとなんかやりたくない。そうだね。人間の心理ってだから勉強と思わないくらい軽い気持ちで時間を多めにして、でそれを長く続けるっていうのが大事だと。諦めないように。そうだね。ちょっと遊び感覚じゃないけど、ゲームみたいな感じで学んでいくといいかなっていう。確かに英語を学ぶってなってもそのゴールが英検2級とか TOEIC900 点を取るとかのゴールを設定するとなんかねやる気が起きない。なんか楽しいとは思えないから、その試験を受けるってこと自体がだからその先にある外国人との交流であったりとか、それこそ好きなジャニーズの言葉が分かるようになるとかね、そういう目標が最終的にあったとしてその通過点として試験があるといいよねっていう感じですよね。まあねいやいいアドバイスですね。僕もね聞きたかったよそのアドバイス。それは本当に大事だと思う。私も英語に興味ができないのが、英語が好きじゃない理由だと思う。まあそうだね。だからそのさっき言った社会的に必要とされているからっていうところから入りが入ってるから、自分でね今もなんかね、仕事で使わなきゃいけないから勉強するっていう感じ。まあ共通して言えたのがアウトプットだけとかインプットだけではなくて両方並行してやってった方がいいっていう感じだよね。そっちの方が多分スピード的にも速い、習得する。それは確かに一番今回の動画でいいアドバイスだったんじゃないでしょうか。そうですか。最後4カ国語ね話せるから、まあ一応ね多分頭の中で切り替えがあると思うんだよ。
韓国でね過ごした時に外国人来たら英語で話します、でも日本人もいるから日本語も話します。その時の切り替えってどうやってやってるのか。例えばその韓国語で一回トランスレートして英語にしてるとか、もうそのまま思ったことを英語にとか日本語とか中国語にしてるのか。これはね、I have no idea でもね、確かにある程度以上なんかその言語を話せるようになったら、自分の言語で翻訳することなしに、なんか外国語が出てくるし、そのまま脳に入ってわざとそれを解釈しなくてもなんか意味が分かるようになる。ああ、そうなんや。でも今さ、英語で話す時思わない？まあ思うけどそれが中国語も韓国語も入ってるのだと分かんないよね。もうパンクしてきそうだ。今こうやって話してるのは何も考えてないけど、それが中国語で出るかって言われたら多分見えないよね。それできてない自分からすると。英語だとなんとなく分かるけど、その言いたいことを言おうとはできる。全部そんな感じだよ。イメージとしては中国語、韓国語、英語、日本語のスペースがあるわけじゃなくて、全部一つのサークルの中にあるんだけど、全部混ざっている感じ？脳の中で。だからどういう構造になってるのかな。でも私も自分の脳の中見てないから分かんないけど分かんないよな。でも引き出しみたいなのがあって、引き出しでじゃあこう言おうじゃなくて、出そうと思ってる言葉はもう自然と出てる。なんか質問されるじゃん、それに対しての答えが今こんな風になんか出ちゃう。でもそれはやっぱりそのあるレベルまでいかないとできないと。はい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 。最近まであれできなかったの、英語ではトランスレートしない、翻訳しちゃう。はいはいはい。まああるあるやけどな。まだ俺もトランスレートするけど、その話そうと思ったらちょっと難しい、なんて言うんだっけと思って。そうそういう時もある。ある。はい、ということでね、今回言語習得に関してリエンにいろいろ質問してきたんですけど、ありがとうございます。質問答えていただいて最後4カ国語で自己紹介じゃないけど話してもらおうかなと思います。順番的には、韓国語、中国語、英語、日本語、で、ね、その順番でお願いします。안녕하세요. 워킹홀리데이로 시드니에 거주 중인 리엔이라고 합니다. 호주에 온 지는 164일째고 카페에서 일하고 있어요. 이제 세컨 비자를 따기 위해서 조만간 지역 이동을 할 생각입니다. 감사합니다. 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 OK， OK， 中国国。大家好，我叫连，我在澳洲打工度假。我来澳洲164天了，现在在咖啡厅工作。谢谢。谢谢。Okay. Yeah. Hi, I'm Lian. I'm living in Sydney for a working holiday. It's been 164 days since I came to Australia. Now I'm working in a cafe near Central Station. And I might move to another place to extend my visa soon. Okay. Thank you. Thank you. 日本語。こんにちは、リエンと申します。ありがとうございます。すごいね、やっぱ。これ本気？本気だよ。YouTube よ。いや、本気で思ってる。ダジャーハオ。中国語勉強したことある？あるよ、ちょっと。ダジャーハオ、ジャオジャン。はい。はい。ありがとうございます。終わりです。はい、ということでね、ここまでいろいろリエンに質問してきたわけなんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。結構ね、いろんな言語にまつわる話聞けたと思いますね、先生。そうですか？そうです。私はあんまりわかんないです。いや、だいぶね、ためになってますよ。ありがとうございます。また何か機会があれば教えてください、先生。はい、ということでこの動画はここまでとなります。最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。감사합니다。シェイシェイ。Thank you。バイバイ。